それでは始まりましたファッション法律相談所。本日のテーマは NDA です。早速ですが NDA という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この NDA とはノンディスクロージャーアグリーメントの略で、いわゆる秘密保持契約を意味します。秘密保持契約とはその名の通り、当社が開示した一切の秘密情報を第三者に開示してはいけませんよという内容の契約になります。例えば他の会社やブランドとコラボレーションをするときや、工場さんとの間でサンプルの製造委託をするような場面などで、メインとなるコラボレーション契約や製造委託契約などの契約をする前に、お互いの秘密情報は外部に公開しませんよという内容の秘密保持契約を結ぶことになります。よく問題になるケースは、せっかく自社で時間と費用をかけて作ったパターンであったり、コラボレーションの企画・アイディアであったりを自分とは全く関係のない場面で流用されてしまうというケースがあります。ここで実際に問題になったケースを見てみましょう。この事件では、まずアパレルブランドの X 社が帽子の製造業者の Y 社に帽子の製造を委託しました。この製造委託の際に X 社は商品の生産企画書を Y 社に渡しています。 Y 社はこの生産企画書に基づいてパターンを制作し、実際に2008年から2011年の4年間にわたって約1100個ほどの帽子を製造し X 社に納入していました。この製造委託契約が終了した後も X 社の商品のパターンは依然として Y 社が保有したままでした。その後 X 社の商品の納入が終了した2011年から、Y 社は X 社とは無関係の他社から帽子の製造委託を受けて、その他社製の帽子を製造・納入していました。 X 社はこの他社製の帽子が Y 社に対して製造を委託していた自社の帽子と非常によく似ていたことから、 Y 社は X 社のパターンを流用して他社製の帽子を製造したのだと訴えました。無断でパターンを流用したとも思われる Y 社の行為は X 社の権利を侵害するものとして、 Y 社に対して損害賠償を命じる判決がなされたとも思える本件ですが、結果は X 社の負けに終わっています。この判決において X 社が負けに終わった理由としては、 X と Y との間でデザインを流用した商品を製造・販売してはならない旨の合意は実際に X と Y との間ではなされていないということ。もう一つ、 Y 社が X 社から営業秘密を示されていたような場合には、これを勝手に流用することは X 社との間の契約違反となる余地もあるが、X 社の商品はその法制を解けば型紙を再現できるから、 X 社の秘密が示されていたという場合にも当たらないというふうに述べられています。要するにパターンは実際に売られている商品から再現することができるから営業秘密ではないというような趣旨のことが述べられています。このケースにおいて製造会社との間でNDA を結んでおき、うちの商品のデザインやパターンは営業秘密ですよ、勝手に流用してはいけませんよと合意しておけば X 社が勝つ可能性もあったと考えられます。 NDA を結ぶことは最近では一般的になってきたため、インターネット上や書籍等でひな形を簡単に手にできるようになってきました。ですが、かえって NDA を結ぶことやその内容がかなり形式的になってしまい、実際に NDA の内容を理解せずについうっかりコラボレーションの内容や写真などを SNS 上で公開してしまったというケースも少なくありません。
このような事態を防ぐためにも NDA の対象となる秘密情報を明確にするということを意識しましょう。基本的には秘密情報は相手方に開示する一切の情報などと定義されることが多いですが、当事者の注意喚起の意味を込めて、例えば秘密情報には商品の企画のイメージやコラボレーションの事実も含まれますといった表現や、商品企画のイメージやコラボレーションの事実を SNS 上で開示することは秘密保持義務に違反する行為ですというような内容を明記しておくことも一つの方法です。また当然ではありますが、秘密情報を目的外で使用することを禁止する規定であったり、当社が開示した秘密情報は当社に帰属するものですというような秘密情報の帰属先を明確にしておく規定も忘れずに入れておくようにしましょう。実際に紛争が生じたケースで交渉や裁判で有利になるために NDA を結んでおくことも大事ですが、そもそも問題が生じないようにお互いがやってはいけないことを理解しやすい、分かりやすい NDA 作りを意識していただくと、より良い NDA が締結できるように思います。ご視聴ありがとうございました。